ロとアマチュアでは全くこの力感が違って、目標方向に対してボールを押していくような感覚で入れていく。おお、ナイスよ。皆さんこんにちは、ひがです。まえです。お願いします。ということで今回はですね、飛距離アップについてやっていきたいなと思うんですが、飛距離アップするには、ヘッドスピード、高弾道、低スピン、この3つがね、とっても大事になってくるんですよ。何回も言ってますよね。何回も聞きますよね。今回はヘッドスピード。やっぱり皆さん一番気になるんじゃないかなと思いますので、ヘッドスピードを上げる方法についてやっていきます。ヘッドスピードを上げるっていろんなところからのアプローチの仕方あると思うんだけど、今回は力感ですね。力感。やっぱりプロとアマチュアでは全くこの力感が違って、レッスンしててもスイングでもガチガチな人って多いんですよ。実際に私もやっぱ力感に関しては、軽く握れって言われててもどんぐらいの感覚なのかとか、どこで入れてんのみたいな。そこがね、気になるんじゃないかなと。わかりました。ということで、どこで力を抜くのか入れるのか、入れる時に体のどこに入れるのかっていうところまでちょっと今日は細かく説明していきますので、もう自分でわかると思うんです。力んでる人って。わかると思います。練習して終わった後なんか一人で疲れてるなみたいな人は力んでると思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。お願いします。お願いします。比嘉萌えの YouTube を見ている方限定で e スイングのインストラクターが1時間無料でレッスンさせていただきます。トラックマンでのマンツーマンレッスンなのでみっちりレッスンすることができます。応募方法は概要欄に貼ってあるホームページお電話からお待ちしております。ホームページからはご予約フォームにあるゴルフのお悩み質問の欄に比嘉萌え無料レッスンとご記入ください。お電話の方は比嘉萌えの YouTube を見ている旨を伝えてください。皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。待ってます。はい、ということでレッスンの前に私が今からヘッドスピードが走ってる時の振り方と走ってない時の振り方をやりますので、皆さんどっちがヘッドが走ってるのかちょっと考えてコメント欄でコメントしてみてください。萌えも見ててね。いくよ。いきますよ。次。もう私分かりました。すぐ分かった？萌えは分かったみたいですが、皆さんは分かりましたかね？めっちゃ分かりやすい。分かりやすいよね。ということで、じゃあ萌え答えをどうぞ。1、最初に振ってた方がヘッドが走ってました。正解です。はい、皆さんも多分分かると思うんですけども、客観的に見ると力入ってる人、ちゃんと抜けてる人って分かるんですよ。みんなね、打つ時は一生懸命だからなかなかね分からないかなとは思うんですけど、どうやって抜いてどこで力をじゃあ入れるのかっていうのを説明します。今から。はい、まずアドレスですね。私はもうたくさんアドレスのことについて言ってると思うんですけど、力む人っていうのは基本的にやっぱ肩が上がる、肩甲骨がこう上がってしまった状態でアドレスを構えてしまうと首がないように見えません？見えます。アドレスでは基本的にこうするとね、重心がこう上にガーッと上がってきて下半身に力が入らなくなっちゃうんですよ。なので首を長く見せるようなイメージで構えます。そうすると肩甲骨がね上がったところから落ちるんですよね。そうすると力は抜けると思います。抜かすんですけど、全部をこう何も締まりがない状態でこう構えるかって言ったらそうではなくて、ちゃんと両脇は締めた状態、自分の肘の向きが自分の方に向いている状態でグリップを構えることによって力は抜けてるけど締まるところは締まってるようなアドレスが出てきてくれると思います。そして次下半身。下半身はね、どっちかというとこうどっしり構えていきたいんですけど、あるあるなのは骨盤が後傾している状態で膝ばっかりが曲がって前傾がちゃんと取れてない方、これだとね力っていうのは入らない。お尻をちゃんと上に持ち上げます。
ちゃんと骨盤を前傾させること。膝は曲げるんですけど、がっつり曲げるっていうよりかは、ピンで張った状態から少し緩めるぐらいで問題ないです。そうするとね、この股関節あたりでこう踏ん張れるようになってくるので、重心がぐーっと下に下がってくるので、下は入って上が抜けてる状態をまずアドレスで作ります。はい。で、この時のグリッププレッシャーですね。グリッププレッシャーはですね、基本的には1。1ってどんぐらいなんですか？よく言うのは、この物に対しての適正の握力ってあると思うんですよ。例えば、大きいバケツ、水を持つときに、これと同じ感覚でこう拾わないじゃないですか。はい、こうポッて拾うときにですよ。重たいものを持つときってわりかしこう、力グッて入れて持ってくると思うんだけど、軽そうに見えるものに対してグッて力で引っ張らないじゃないですか。じゃあもう、クラブを拾うときの力感でいい。そう。落として拾ってそのまま握るぐらいの感覚、それで握っててクラブが抜けちゃいそうって思っちゃう人はグリップが間違ってる可能性がありますので、グリップの握り方出してると思うので、はい、そこ見てあげてください。はい、じゃあ次、テイクバック入っていきます。下半身はですね、基本的にスイング中力は抜かないです。下半身はずっとね、どっしり構えた状態でバックスイング入っていきますので、重心は基本的にずっと下にある状態。はい、グリッププレッシャーもアドレス構えた時から変わらないです。こう動く瞬間にバッて力入れちゃう人っていうのは、引き上げる動きで上げようとしてしまってするので、ヘッドがね、上がるのが早いんですよね。地面から離れるのが早い。これ力感入ってる証拠なので、なるべく力抜いて地面をこうちょっと触りながら何センチぐらいのイメージ？右足前ぐらいまでは、はい、低く出してくるような意識で触ってあげると、はい、ちょっとヘッドの重さを感じながら入りやすくなってくるかなと思います。で、ここからコック入れてきてトップポジション。この時にも下半身はね、めちゃくちゃ力入ってるんですけど、手自体はもうほぼほぼアドレスの時と一緒ぐらいで、この時にトップポジションで力が入る人っていうのは基本的にクラブが立ってます。こうやってで、こうなるともう右手でね、グッてこうクラブを握りつけてるので、もうここからアウトサイドインになってくるか、無理にインサイドから入れようとしてコックほどけてダフル、もしくはプッシュアウトっていうミスが出やすくなってくるので、トップポジションでは手離してもね、クラブは落ちてこないようなトップポジションを作ります。はい、立ってる人はクラブがポコンと落ちてしまうので、右手にしっかり乗せたトップポジションっていうのを力感なく作れるとベストかなと思います。はい、では次、ダウンスイング。はい、ダウンスイングもまだ入れません、力は。厳密に言うと、ダウンスイングからインパクトにかけて徐々にこう入ってはくるんですけども、はい、じゃあダウンスイングに打つぞってバッて入れる、一気に10に入ってしまうと、またクラブの軌道が一気に変わってしまう。この辺りまではね、手が溝落ちあたりまではまだね、力感はゼロに近いと思います。はい、で、ここからグリッププレッシャーも入ってはくるかなと思うんですけど、上だけ入れるってなると、どうしてもね、右サイドが出ちゃうんですよね。右肩だったり、右腰っていうのが、俗にこう伸び上がりにもなっちゃうし、右サイドも伸びてアウトサイドになりやすかったりしますので、基本的には下半身リードでゴルフは振ってくるので、はい、下半身しっかり回しながらグリッププレッシャー入れてこないと、引っ掛けになっちゃいます。次、グリッププレッシャーは入れていいけど手だけで入れない。ダウン入ったら腰回しながらボールに入ってくるようにしてあげてほしい。難しいか。グリッププレッシャーを入れるって言っても、どんぐらいの強さを入れてるの？全握力入れてるの？私はもうここではね、結構マックスぐらい入ってるかも。入れる方向も私結構重要かなと思ってて、ボールってこう点であるじゃないですか。ボールがこうあったら、ボールに対してこうやって入れてしまう人、ボンって点でこうボールを打とうとしてしまう人っていうのは、やっぱり右肘が伸びたり、右肩が出たり、右の骨盤が出たりして、いろんなミスが出てしまうので、意識としては目標方向に対してボールを押していくような感覚で入れていくっていうのが、私はイメージとしては持ちやすいかなって思うので、前に向かってマックスで
入れると腰もわりかしこう開きやすくなってくる。下半身もちゃんと回りやすくなるし、チキンウィングとかっていうのも修正できてくるんじゃないかなと思いますので、ちょっとしたイメージを変えるだけでも全然スイングは変わってきます。はい、1個質問がありまして、私多分腕にすごい力が入っちゃうんですよ。じゃあ腕が疲れちゃうってことか。そうです。それちょっとスイング見てやりましょうか。実際に萌えにちょっと打ってもらって、萌えのスイングの現状を見ましょう。ということで実際に萌えに今のスイングをやってみてもらいましょうか。通常スイング、通常スイングいつも通りで。インパクトからフォローにかけての腕の使い方があんまりこうスムーズじゃないから、力感があるタイプではないけど、何かしらこう下半身逆に使えてないというか、腕の動きだけで振ってる感覚になっちゃってるかなと思うので、やっぱさっき言ったボールを捉えるっていう感覚よりもボールを押し出すっていうイメージに変えてあげる方が、スピンあるじゃん、萌えも。あれが治りやすいかなと思うので、ちょっと意識を変えてみましょう。萌えのこの押し出すイメージをもう少しつけるための練習をちょっとやっていきたいんですが、ペットボトルに水が入っております。で、半分ぐらい飲んでるんですけど、ここに置きます。ヘッドの方、ボール側ですね。ここからインパクト作ってください。そう、ここからこのペットボトルを押し込みます。腰もしっかり使いながらね、押してきて、ビューって。もっと押せると思いますね。なるべく遠くにビッと押せるように。もっとなんか違うんだよ。インパクトが違うんだよ。こんな感じ。そう。で、そこから、ピヨーン。ちょっと変えていいですか？萌えの押し方がね、今の萌えの押し方だと、ここからね、これ手首でこうやって最後ペロンってしてるだけ、手首で押すのは絶対ダメ。これが肘が曲がる原因の一つね。構える、インパクト作るよね。インパクト作ったらちゃんと右肘をしっかり伸ばしていくことによって押し込めてくるので、腕の動く範囲が全然違うと思うんですよ。手元がちゃんと体から離れていくっていうのがフォローする。前の場合体の近いところでペッと押してるだけなので、手元がほぼほぼ動いてないんだよね。腕でちゃんと押してくるように。はい、わかる。ビヨーンって。そう。合ってます。さっきより動きはいいかなと思います。この感覚がないと腰も切れてこないだろうし、ボールだけの点で捉えてるインパクトではなくて、ちゃんと押し込むのでインパクトゾーンっていうのが生まれてくる。で、インパクトゾーンができてくるとフェースコントロールっていうのもしやすくなるので、飛んで曲がらないっていうのがやりやすいかなと思いますので、練習してください、皆さん。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、じゃあ私が次ビフォーとアフターを打っていくんですが、ビフォーは力みがあってヘッドが走ってない時のスイング。こんな感じじゃないかなと思いますね。ということで、アフターは、力感を入れるポイントをメリハリつけたスイングで、ヘッドを走らせたスイングを打っていきます。はい。おお、ナイスよ。はい、ということで私が打ったビフォーとアフターの数値をちょっと見比べていきたいんですが、まず最初に打ったビフォーから力感がある時のスイングです。まずヘッドスピードですね、37.2 でキャリーが 187.4 のトータルが 217.3 ヤードっていうところになってますね。普段の私からするとヘッドスピードが出てないなっていう印象になります。で、次アフターの数値見比べていきましょうか。ヘッドスピードが 39.5、キャリーが 209.9 のトータルが242ヤード、どれぐらいヘッドスピードが上がるかっていうと、今ので 2.3 アップ、キャリーが 22.5 ヤードアップ、トータルが 24.7 ヤードアップっていうところですの
で、力入れるよりかも力抜いて楽に振った方が飛距離が上がってるっていう状態なので、力感がありすぎる人っていうのはどんどんゴルフ歴が長くなっておじいちゃんおばあちゃんになっていくにつれて距離がやっぱ落ちる、筋力がもちろん落ちてくるからね、なってきちゃうので、やっぱこれから長くゴルフしていく人っていうのはなるべく力感をなくして効率よく飛ばすスイングを身につけた方が長く楽しめるんじゃないかなと思いますので、皆さんもぜひちょっと意識してやってみてください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。e スイングにはスイング分析に特化したトラックマンが置いてありますので、最速で上達することができます。また e スイングの LINE 公式アカウントを登録していただくと定期的に視聴者プレゼントを配信中です。概要欄の LINE を追加していただき、正面と後方からスイング動画と今現在のゴルフのお悩みをテキストで送ってください。私が1分間のレッスン動画をお送りいたします。ぜひ LINE 登録とスイング動画お待ちしております。ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメント、 LINE 登録お待ちしております。次の動画までまたねー。